400万円の車を私の知り合いは値札のまま払いました。別の人は同じ車種を20万円安く買っていた。車もグレードも同じ。違ったのは契約前にやったことだけです。家や車みたいな一番高い買い物で提示された値段をそういうものだと思って払っていませんか？私もそうでした。でも仕事の癖を自分の財布に持ち込んだ瞬間、その値段には交渉の余地がはっきり残っていると気づいたんです。先週の土曜、私は住宅展示場で1枚の見積書を前に固まっていました。妻がこれもう少しどうにかならないのかなと小さい声で言う。私はまあこういうものだろうと答えて終わりにしようとしていました。でも帰り道、その見積書のことがなぜか頭から離れませんでした。仕事では業者の見積もりを1枚で信じたことなんて一度もない。なのに自分の一番高い買い物では出された紙をそのまま信じようとしていた。そこで家と車の値段を仕事の目で見直してみました。使う道具は2つだけです。最初にやったのは値切ることじゃなく、値段が何でできているかを知ることでした。ここからその値段の箱を開けていきます。ディーラーが新車を仕入れる値段は希望小売価格の8割くらいだと言われています。400万円の車なら仕入れは320万円ほど。でもディーラーの儲けの半分は実は新車を売ること自体から来ていないんです。半分は車検や点検、保険、ローンの手数料。新車は薄く売って客をつかみ、その後の整備や保険で回収する。だから本体を値引きしても後で取り返せる仕組みなんです。住宅購入の中身を開けても似たことが見えました。パワービルダーと呼ばれる建売りを大量に供給する業者の場合、4000万円の家で利益は15から 20%、600から800万円くらいだとされています。ある不動産仲介業者の話では、交渉に挑んだ人の7割が成功していて、目標額の相場は100万円から200万円。家の値引きなんて数十万円が関の山だと思っていた私には桁が一つ違う話でした。動かないと思っていた値札は原価と利益でできた開けられる箱だったんです。箱が開くと分かれば次はその中の何を動かせるかです。一つ目の道具は複数の会社に同じ条件で見積もりを出してもらうこと。仕事では相見積もりと言いますが、やることは他にも声をかけましたと相手に伝わる状態を作るだけです。これがどれくらい効くのか車で考えてみます。同じ車種でも1点だけで決めた人と何点かで見積もりを取って他はこの条件でしたと伝えた人とでは引き出せる額がまるで違います。何も言わなければ端数程度の値引きでも他店の見積もりが手元にあるだけで本体から20万円動くことも珍しくありません。同じ車を同じ条件で買ってもです。これだけ差が出るならもっと大きな買い物ほど同じ力は効くはずだと私は思いました。売り手はあなたがここで決めるしかない人か他にも行ける人かで対応がまるで変わります。私も仕事で別の会社に声をかけたと伝わった瞬間、向こうから一度話し合いの場をと連絡が来たことが何度もある。強く出たからじゃなく選択肢を持っていると伝わっただけです。つまり相手にとってあなたが逃げられる客になることです。何も言わなければ値引きは端数で終わる。けれど他があると伝わるだけで景色は変わる。これが一つ目の道具の正体でした。ではもう一つの道具は何か。ここまでで私はすっかりその気になり、あとは商談で強気に押せばいいと思っていました。ところがこれが見事に外れます。私が仕事で一番聞かなかったのが、その困っているから安くしてほしいという頼み方でした。そう言っても相手はそれはそちらのご事情ですよねと答えてそれで終わり。逆に何度も交渉を動かせたのは品目ごとのコストを一つずつ表にして、この値段はどこにいくらかかっているのかと数字で見せた瞬間でした。感情ではなく数字が相手を動かす。これは現場で何度も確かめた事実です。実際企業同士の取引でも根拠の資料を用意して交渉する会社はある調査では8割近くに上るそうです。強く出ることではなく根拠を出すことがもう当たり前になっています。これは会社同士の交渉の話に聞こえるかもしれません。でも家や車でもやることは同じです。値段の中身を1行ずつ確かめ、
この費用は何なのか、ここはどう計算されたのかと数字で聞く。これが2つ目の道具、値段を原価と利益に分けて見る目です。そして冒頭の同じ車なのに1人だけ安く買えたその正体がここでつながります。20万円安く買えた人は強気でも運でもなく、値段がどこなら動くかを分かっていただけなんです。強気じゃなく、知っていたかどうか、その差が20万円になって現れただけでした。道具は結局この2つだけでした。他に声をかけることと値段の中身を分けてみること。私は次の買い物でこの2つをこう使うつもりです。1つは面倒でも2社以上から見積もりを取ること。1社だけだと自分がここで決めるしかない人になってしまうからです。もう1つは見積書の内訳を1行ずつ聞くこと。これは何の費用ですかと聞くと、利益を持っている不明朗な項目ほど相手は言葉に詰まります。お願いではなく、知っていることを口にする。他のお店ではここまで引いてくれました、決算期が近いですよねと相手をそれとなく揺さぶるだけです。会社のお金でやっていることを自分の財布でもやってみる、それだけです。特別な才能も強い性格もいりません。ただ中身を知って数字で聞くだけ。それだけで同じ数字が違って見えてきます。あの土曜の見積書もきっとそうです。だから私はあの数字とちゃんと向き合います。あの土曜、展示場で固まっていた私はもう一度あの見積書を開くつもりです。今度はただ眺めるんじゃなく1行ずつ質問しながら、言われるまま払うのと中身を知って向き合うのとでは同じ数字でも意味がまるで違う気がするんです。スーパーで10円を気にする人が何百万円の値札の前では一言も聞かずにサインをする。10円を気にするより何百万円何千万円を交渉した方が効果が圧倒的に大きい。あなたが次にサインするその大きな数字、本当に最後まで動かせなかった数字でしょうか。もしこの話が次の大きな買い物の時に役に立ちそうだと思ったら、チャンネル登録をしておいてもらえるとまた一緒に考えられます。それから高評価をもらえると、同じようにいいねで払うか迷っている人にもこの動画が届きやすくなります。それではまた次の買い物の話で。